これでなんかなじませてまぶたの全体的に上の辺につけていきます。なんか平行な感じになるように囲っていきます。量もそうだしロングにとにかくなるんで、まつげが短くてもう困ってる人はぜひこれを使ってみてください。こんにちは、杉浦彩香です。普段は男装やイケメン女子というジャンルで活動しています。最近は中性系など可愛い感じも出してるんですけど、今回は彩香がよく着てる柄シャツとか柄物のいろんな服に合うオレンジ系のメイクに挑戦してみました。よかったら見てください。どうぞ。今回使ったカラコンが、エアリーさんから出てるクオリテのワンデーシリーズで、新しく出たんですけど、白夜という 14.5mm の、発色が結構茶色ブラウンみたいな感じなんですけど、白が強い感じでなんか特殊な個性的なカラコンの色になっているので、今回はこれを使いました。まず下地なんですけど、アネッサさんから出てるパーフェクト BB ベースのビューティーブースターというなんか最近出た新しめのやつなんですけど、これは BB ベースで色もちょっとついてるんで、なんかファンデーションとかを厚塗りしちゃうとちょっと暑い時期とか汗をかく時期に、特に今の時期なんかはあんまり厚塗りをしたくないんで、今回はこれだけを使ってます。次にコンシーラーを使うんですけど、カリプソさんのマジックコンシーラーで、色がピンクベージュになってます。これはもう一種類色がオレンジ系のやつがあるんですけど、彩香の肌にはこっちのなんかピンク色の方がなんか馴染みやすくて、カバー力も結構あったのでこっちを使っています。これはニキビだったり赤みがあるとことかシワとか気になる部分に叩いて塗ってなじませるとなんかいい感じになります。次に眉毛を描いていくんですけど、こちらが K パレットさんのラスティング 2way のアイブロウペンシル101ですね。これがちょっと明るめのブラウンで一番明るい色になるんですけど、今は髪の毛も明るいということでこの色が一番合うかなという形でこの色にしました。眉毛の形はなんか結構キリッとしてる感じがいつも多いんで、今回もちょっとなんかシュッと見えるかっこいい感じの眉毛に描いてみました。次に足していくのがケイトさんのラスティングデザインアイブロウダブルですね。これはなんですけど、結構眉毛の眉尻の方がなんか時間が経つと消えちゃったりするんで、でも色は濃くしたくないんで、これの筆タイプなんですけど、でこれ結構色が薄めなんでナチュラルに上から足して描いていけることができるので、これで眉尻だけ足して描いていきます。アイシャドウがキャンメイクさんのジュエルスターアイズの06番ですね。今回はオレンジ系メイクなんで主に茶色とかオレンジのメイクの色を使っていくんですけど、これはなんかマットな感じじゃなくてツヤ感が出るシャドウなんで、これでなんかなじませてまぶたの全体的に上の辺につけていきます。次に使うのが、PRM さんのアイシャドウパレットなんですけど、これはもういろんなメイクに万能で使えていろんな色があるんですけど、今回はやっぱりこのオレンジのちょっと強い色のオレンジなんですけど、これを目の全体的にまぶたと目の下もなんか囲っていくんですけど、この目の下の辺は黒目の真ん中の辺までなぞって描いていく感じでしていきます。今回のメイクはアイラインとかをなんかあんまり目立たさないようにするので、代わりにこのアイシャドウでオレンジの強めの結構濃い色のオレンジを使いました。次にアイラインなんですけど、コージドーリーウィンクさんのカラーアイライナーの06番オレンジブラウンですね。でもうこれはがっつりオレンジの色なんですけど、これは目の形をくっきりさせたいんで、もう目を全体的に囲っていく感じでつけて描いていきます。次にケイトさんのデュアルブランドアイズのアイシャドウですね。 SV1 の色なんですけど、これは下の黒の方だけを筆とかで結構筆をよく使うんですけど、くっきりのアイライナーで目を囲うのがあんまり好きじゃないんで、なんか自然な感じでぼかす感じのラインを作りたいんで、これで目尻の辺をちょっと跳ね上げまではいかないんですけど、垂れ目にもなんないんですけど、
なんか平行な感じになるように囲っていきます。次に使うのがアイライナーなんですけど、ビセさんのリシェカラーインパクトリキッドアイライナーで、これがライトブラウンの色なんですけど、これは黒じゃなくて結構明るめのブラウンの色になってるんで、今日はオレンジメイクなんで黒をやっちゃうとちょっとなんかまた違うかなと思って、今回はブラウン系の色を使いました。今回はアイラインをあんまり強調させたくなかったんで、シャドウでくっきりできたらなっていう感じだったので、目の上の形の目のなんか際に沿いながら描く感じで描いていきます。ビューラーを使っていくんですけど、これはコージーさんから出てるなんか非常に上げやすいビューラーだったんでずっと使ってるんですけど、彩香はまつげが基本的にほとんどなくて短くて最悪なんですけど、これは結構グッと上がってくれるビューラーなんで、これをいつも使っています。次に、マスカラの下地をつけていくんですけど、不老不死さんから出てるやつなんですけど、基本的にこれは下地なんですけど、下地やると結構短い彩香のまつげでも結構強調させることができるので、これを全体的に塗っていきます。次にマスカラをつけていきます。これも不老不死さんのモテマスカラリペアのロングタイプですね。で、結構本当にまつげが短くて本当困ってるんですけど、これの不老不死さんのやつは、なんか量もそうだしロングにとにかくなるんで、まつげが短くてもう困ってる人はぜひこれを使ってみてください。塗り方的にはなんか下地がついてるんでそこそこ塗りやすくはなってるんですけど、下から上にまっすぐってよりもジグザグになんか塗りつける感じでやると結構目がはっきりすると思います。次に使うのがファンデーションなんですけど、オークルの90でセフィーヌさんのシルクウェットパウダーです。でこれがレフィルなんですけど、なんか結構ケースを持ち歩くのがあんま好きじゃないんで、いつもレフィルのこのちょうどいいサイズを使ってます。でなんかそのテカリと乾燥を持ってる混合肌で結構大変なんですけど、なので基本的にファンデーションというかお粉系は仕上げとして最後に付け足していきます。でラストなんですけど、メンソレータムさんのリップクリームですね。これはなんか中性的な感じなので色もつけずに、ツヤ感だけを出したかったので、これはもう透明の本当薬用の潤い系のリップなんでこれだけつけていきます。色付きをつけちゃうとちょっとなんか中性というよりか女の子らしさが出てしまうので、基本的に中性メイクとか男装系の時は透明な色を使っていきます。ちなみになんか唇の血色が悪かったりどうしても色をつけたいって人がいる場合は、なんか赤とかそういう系ではなくてオレンジ系の色とかベビーピンクのような色だと結構馴染みやすくて女の子らしくならないのでおすすめです。今回は帽子をチョイスしたんですけど、これアディダスのなんか可愛らしいやつなんですけど、なんか柄物になんかこういうキャップはあんまり合わないんですけど、今回これはなんかあったのでちょっとチョイスしてつけました。今回はセットをせずになんか自然な感じにしたかったので今回こういう感じにしてみました。はい、いかがでしたでしょうか。今回は柄物とか古着に合うオレンジ系メイクに挑戦してみました。結構中性的な人とかでもできるようなメイクになっているかと思います。今回のコーディネートなんですけど、もう基本的には柄シャツが主役で多いので、なんか今日は、オレンジということでオレンジの柄シャツにちょっと特殊ななんかよくわかんない柄の個性的なやつを選んでみました。でなんかちょっと可愛らしさを出したかったのでパーカーを合わせてなんかちょっと可愛い感じにしてみました。結構小物とかも使うんですけど、こういうなんかもう本当に今回オレンジ黄色とかそういう暖色系の色にしたかったので、こういうメガネとかをつけてもおしゃれになるんではないかと思います。個人的にやってるのが Twitter と Instagram をやっています。よかったら杉浦彩香で検索すると出てくるので見てください。いろんな人のメイクがたくさんあるのでかわいいパティーンさんのチャンネル登録お願いします。ではまたね。